なみにファミリーマートが海外へ進出した都市の店舗数を見てみると、台湾に続いて中国が2856店舗と多くなっているのが分かります。中国での進出に力を入れているようですね。ファミリーマートの中国本土への進出はファミリー有限会社として2004年5月に上海に初出店し、その後広州、蘇州へと店舗を展開し、2021年には2856店舗にまで拡大してきました。2004年上海市へ進出した後で、2007年1月に広州市、同年9月には蘇州市、2011年12月には広州市へと出店するなど順調に事業を拡大してきて、2012年2月末の店舗数は800店を超え、中でも上海市では地下鉄構内や空港、新幹線駅構内などへの出店が多く、2013年2月末の店舗数は中国全体で1008店舗にまで拡大してきて、その後2021年には2956店舗なり、さらに2021年後半には3000店舗を超えるようになってきています。このような事業展開を要約しますと、2013年の1008店舗から2020年の2856店舗まで展開し、他の日系 CBS よりも店舗スタッフの人数を多めに配置し、日本式のきめ細かな接客対応を実施してきました。2020年11月からは中国の各主要として配達代行会社のウーラマと提携し、24時間宅配サービスにより夜間の宅配売上が来店売上よりも上回りました。2011年度より店内にイートインスペースをも設け、日本からの輸出支援や弁当やパンなどのオリジナル商品も開発するなどをして躍進してきました。このようなファミリーマートの人気ぶりも、上海市郊外にある全景というファミリーマートに類似した写真のようなコンビニ、これは上海市松江区にありますが、出現していることからもファミリーマートの人気ぶりを伺うことができるわけですね。続いてローソンを見てみますと、ローソン2015年には日本全国で1万2000店舗、海外では1600店舗を主に FC 加盟店として展開してきておりまして、その商品は2800品目、全体売上高は2兆円で、本部の従業員数は3700人、FC 店舗のスタッフを合わせての日本の総従業員数は20万人もおります。ローソンの海外進出ではタイ、インドネシア、フィリピン、ハワイに展開してきており、中国には1996年上海市政府の支援の下で、当時の上海市の経済発展が著しく日本流の CBS 運営が根付くとの判断から、上海百連グループの上海カレンと合資会社ローソン有限会社を設立して、1990年に日経 CBS で最も早く中国上海に進出しております。さらに2011年には日本式経営の CBS 展開を目指して、ローソンの持ち分比率を 85% にまで高め、2017年に完全子会社にしております。最近では店舗ごとにテーマが異なるアニメとのコラボ店舗が話題になっております。とにかく店舗数が多く、コンビニコスメ、お泊まりセットや
日本製のお菓子など充実しており、旅先での利用価値が評判です。ローソンは中国各地にいろいろなコンセプト店舗が存在しており、例えば上海のハローキティ、をテーマにした店舗のほか、ワンピースからラブライをテーマとした店舗を作るなどしてアニメやキャラクター好きを引きつけているようですね。これはローソンの上海での進出状況ですが、ローソンは1996年にCBS としては最初に中国に進出したのは前回述べました。その後はエリアライセンス契約やメガフランチャイズ契約で出店を加速して、2020年には中国における店舗数が3000店舗を突破するなど、日経 CBS としてはトップの店舗数となり、中国全体の CBS の中でもトップ5位を占めるまでに成長してきたわけですね。また同じようにローソンの躍進ぶりを示すものとして、上海郊外では似たようなコンビニが出現しており、一見ローソンかと思いきや、ローソンの O が Q と間違いやすい名前が使われております。再度繰り返すことになりますが、ローソンは2020年11月26日に湖北省武漢市の店舗をオープンしたことで、中国における店舗数が3000店舗を超え、日経 CBS の中でローソンはこれまでトップであったファミリーマートを超えて店舗数で最大になったわけですね。ローソンはまた2020年7月31日には江蘇省南京市に通常のローソン店舗と比べて店舗面積が半分以下のプレハブ店舗も2店舗出店しています。このようなプレハブ店舗は通常タイプが店舗面積約15坪と店舗面積がさらに小さいタイプ、店舗面積 1.5 坪の2店舗のタイプとがあり、中国にプレハブ店舗をオープンしたのですね。このような取り組みが日経 CBS でその店舗数でトップに躍り出た要因にもつながっているわけです。日本の本社が中国事業をリードすることで、中国でのコンビニの先進的な競争を促進しているようにも伺えるわけです。これも同じく店舗面積がさらに小さいタイプ、店舗面積約 1.5 坪タイプの無人コンビニであります。新しいコンセプトに基づくローソンの24時間無人コンビニの中国における新しい挑戦なのです。また中国のセブンイレブンでも日本と同じように端末やレジで公共料金の支払いや映画などのチケット購入できます。あるいは医薬品なども購入できる便利なコンビニが増えております。しかしこのような生活関連サービスも今では、スマートフォンによる決済アプリのアリペイ、あるいは WeChat Pay などの中で公共料金の支払い、各種チケットの購入ができるようになっており、このようなビンゴですね、ビンゴボックスなどの自動化されたスマートコンビニも出現して、スマートフォンによる決済が並行して行われると。で、このような中で日経 CBS との新たなる競争が展開されているわけです。これも上海市に位置するスマートコンビニでありますが、このようにコンビニでは中国のスマホ決済が生活に溶け込んでいることから、写真のようなコンビニやあるいはカラオケボックスなどにも無人化が進んでいるようですね。今後のコンビニの新しい展開を伺わせるものとして注目されております。このようなスマートコンビニの
今後の展開を考えますと、お家元の日本でもセブンイレブンジャパンは24時間営業に固執せず、直営店とフランチャイズ店の双方で時間短縮営業実験を行う方針を示しておりまして、有人スタッフによる24時間営業の継続が次第に困難になってきた中で、確実に24時間運営体制は曲がり角を迎えていると言えるわけです。このように日本のコンビニにおいても24時間営業を見直す動きがあり、働き方改革の社会的な背景もあって、国限定せず、日本でもコンビニの24時間営業はこのような無人のスマートコンビニが取って代わるのかもしれないのです。またこのようなスマートコンビニは令和2年10月31日に上海本茶をですか、国際空港にて人工知能を搭載するタイプの新型無人コンビニリーピックっていうこの写真のような店舗ですねが正式にオープンしました。これは一昨年まで主流であったRFID タグを活用した店舗運営ではなくて、人工知能を搭載した新しいカメラにより商品を認識し、ユーザーは店内で決済行為をする必要なしに退店、店を出ることができる、決済が自動で完了するというスマートコンビニであります。 Amazon Go タイプの Just Walk Out を実現するこのような最先端の無人コンビニが中国でも普及する兆しを出始めたわけですね。これは湖南省初のセブンイレブンの開業日の様子です。開業日の売上が50万元を突破して、コンビニエンスストアとしては1日あたりの売上として世界記録を樹立したと報道されています。累計来店客は5000人を上回り、1時間あたりの平均来客数は約300人。セブンイレブン中国によりますと、コンビニエンスストア1店舗1日の売上として世界新記録を更新したと言われています。取り扱う惣菜やパン、デザート、おにぎりなどの食品類については、セブンイレブンが世界の店舗で販売しているものの他に、同省の特色豊かな弁当やティフンなどの販売もしているようですね。この写真で伺うことができるのが、中国でのセブンイレブンの日本式の従業員教育です。整然と並んだ従業員を見てみますと、中国でのしつけ教育が徹底されているのがわかりますね。中国では店員が釣り銭を投げて渡すなどもよくあり、また店員さんが居眠りをしていることもよくあります。ご存知のように、今のお店や売り場で店員さんがレジやデスクで寝ている場合もあるわけです。トイレはあまりきれいではありませんし、日経 CBS の中ではかなりセブンイレブンはきれいな方とは言っても、それでも日本に比べるとクオリティはなっていると言われています。これも皆日経 CBS ではトイレ掃除などを含めた従業員教育の徹底が伺うことができるわけですね。このことは日経 BP 日経の本の中で日本の中小企業のアンケートデータで分かったことなのですが、日経が評価されているイメージとしては、従業員教育によるこのメリットね、約束を守るとか社員が真面目であるとかということが示されていますね。で、チームワーク、顧客対応がいいとか、従業員教育の徹底ぶりを示しているわけですね。このように日系コンビニが中国で躍進してきている中で、中国系コンビニの店舗数も2018年にはすでに日本の2倍を超えてきておりますが、
市場規模で見ると約 3.4 兆円、日本の約3分にとどまっており、1店舗あたり平均売上高も日本の約7倍と少なくなっているのがわかります。また中国連鎖協会によりますと、中国で CBS 業界16社の損益率も2002年の 14.1%、2003年には26から 14.6% で、その中6社の2004年の平均損益率は 17.6% であり、損益率が一番高い上海でさえも 18.3% であるというデータがあって、極めて少ないものとなっております。このように中国系 CBS が成長し、店舗数が増加してきた中でも、比較的に売上高が少なくなっているのは、日本市場の CBS のように顧客の需要を満たしておらず、日系 CBS の進出と同時に基本的システムを導入することで販売効率の改善の必要性を示しているのです。これは日本型経営としてフランチャイズによる店舗管理や従業員教育の徹底によるものと考えられるわけで、このようなことからここでは日経 CBS の管理的な特質をまとめてみたいと思います。再度確認しますと、日経 CBS の特質としては、まず写真のようにショッピングセンターなど人通りの多い場所での店舗を開設していることですね。それから FC などによる統一的な管理を実施している点が中国系 CBS と大きく異なっているようです。ここで中国における FC の普及状況を見てみますと、日系の CBS が9割の普及率であるのに対して、中国系 CBS の場合には次第に FC を普及させてきておるのですが、未だに直営店が多くなっているのがわかります。また日系 CBS の特質としては、各種商品の取り扱いがありますが、とりわけここでは生鮮食料品の取り扱いの量が 30% も多いという特質に注目しております。これは FC 管理、つまりフランチャイズによる統一的な生鮮食品工場を持って、そこから配送するというシステム管理によることが考えられるわけですね。さらには日本式の従業員教育による丁寧な顧客サービスもになっております。日系 CBS の次の特質としては、密集地域での店舗展開が挙げられます。この写真は上海にある駅構内でのセブンイレブンの店舗ですが、駅構内の人の集まるエリアに出店していることがわかりますね。日経 CBS の次の特質としては、おでんや ATM などを設置するなど、現地職員の多様化や従業員教育、清潔な店内、生鮮食料品を扱う専門の工場が設置されているなどの点が考えますね。日経 CBS では店舗内の清潔感がありまして、商品の品並びもこのように整然としているのが特徴的です。地元の商品を多様化している関係上、清潔な店内で商品の品揃えや陳列などにはよく気を配っている点が伺えますね。またおでんなどの商品の多様化や ATM の設置をするなどのサービス、あるいはイートインコーナーを設けるなどのサービスもありますね。それから日経 CBS は大型ショッピングセンター内に出店されているというのは何度も申し上げていると思いますが、FC によって標準化された管理で運営されているわけですね。でこれは浙江省杭州の
広州市のショッピングセンター内のセブンイレブン店内での風景を2019年8月に映したものなのですが、店内では簡単なイートインやコーヒーマシンが設置されていたわけです。これは中国上海市内にあるローソンの店舗なのですが、木目調でレイアウトされたおしゃれな店内になっているのがわかりますね。レジカウンター横のイートインベースではスマートフォン片手にくつろぐ若者の姿が目に入っており、レジの横にはおでんや肉まんといったコンビニ定番の商品が並んでいるようですね。今ローソンが海外展開を強化して1月18日に上海市内で行われた、会見で海外事業を担当する竹増社長が2020年度までには海外を3000から5000店規模に拡大すると表明し、その中心となった中国では予言した通り2021年に実際に上海を中心に全店舗にまで拡大し、日系としてはトップの店舗数に中国ではなりました。で、この写真は先ほども見た写真なんですが、河南省初のセブンイレブンの開店時の写真ですが、開業日の売り上げが世界記録を突破したそうですね。で、この写真から伺えるのは日系中国のセブンイレブンなんですが、従業員の徹底ぶりが伝わってくる写真ですね。中国では店員さんのこのしつけがですね、田舎から出てきた従業員に対しては重要だとも考えられておりまして、トイレ掃除なども含めてですね、従業員教育を徹底しているようですね。はい、それではですね、ここで、日本的経営というものを要約するとこのようになります。このコンテンツではとりわけ日経 CBS の進出状況をセブンイレブン、ファミリーマート、ローソンの3社に焦点を当てて見てきたわけですが、その進出状況から見て日本的な CBS 管理の中国での優位性が明らかになってきました。主要な日系 CBS3 社の事業展開が主に都市部の集合地域に集中しており、私が調査を意図していた比較的内陸部の地方都市である EU 国際市場においては未だに展開がされていなかったのは極めて残念ではありました。しかしながら KCBS であるローソンが都市部の上海進出で中国系 CBS の発展に刺激を与え、中国系 CBS が上海沿岸都市から発展したことから考えますと、日系 CBS が今後は徐々に地方都市へと進出する可能性を持っており、この点では今回調査地域としての EU 国際市場への日系 CBS の進展が見られていないのは、日系 CBS の、とりわけセブンイレブンのですね、ドミナント戦略に基づいた状況であることが、考えられるわけです。前にも述べたように、中国での CBS の店舗数もすでに日本の2倍以上を超えてきているのですが、まだまだ市場規模では未だに日本の約3、そして1店舗あたり平均売上高も日本の約7分の1にしか過ぎないということから考えてみても、日系 CBS の管理効率がうまく機能していることを中国の CBS に比較してみるとわかるわけですね。またここで示されたように、中国系 CBS が店舗数の増加に比較して売上高が少ない原因には、日本市場のように顧客のニーズを満たしておらず、日系 CBS の進出と同時に日本型管理方式を導入することで販売効率の改善の必要性を示していることが考えられるわけです。
そのことは都市部で数多く進出した日系のファミリーマート、ローソン、セブンイレブンがそれぞれ5位、6位、8位と2021年には検討してきていることからも明らかになっているわけですね。このことは中国における日系 CBS の実態として主要3社の日本的 CBS 管理方式の移植が進展している状況から来るものであり、その経営ノウハウはここでまとめた FC 管理方式のPOSシステムと連動した FC 会計システムなどを採用した大型ショッピングセンターによる密集エリアでの数多くの店舗展開というのに加えて、ここでまとめた日本的な管理方式による自前の生鮮食料品の品揃えなどに加えて、日本式の従業員教育によるきめ細かな顧客サービスなどの経営的特質が中国の顧客に評価されたものと考えることができます。しかしながら、ここで私が調査した EU 市の国際市場においては、未だに日系 CBS の進出が見られておらず、浙江省の都市部にのみ限定されていたわけですが、徐々に展開していくことが期待されておりまして、新たな日系 CBS のスマートコンビニなどとの進化にどう対応していけるのかは今後の課題となっているようですね。それではここまでとして、また次回にお会いすることにしましょう。